皆さんこんにちは。今回の動画は冷凍庫 PC に自動車用不凍液を使った水冷の冷却性能評価編です。前回のパート8までに組み立てベンチマークで動作確認を行ってきた不凍液水冷の冷却システムとしての性能を今回見ていこうと思います。冷却システムの性能は CPU 温度だけじゃなくて CPU 温度と環境温度、CPU 消費電力から計算される熱抵抗という計算値を使いました。冷却システムの性能を見るなら CPU 温度だけで十分なんじゃないのと思われるかもしれません。ですが熱抵抗を使うことで冷凍庫によって変化した環境温度やオーバークロックなどによって変化した CPU の消費電力も考慮して冷却システムの性能を見ることができます。結果的に温度や消費電力の要因で冷却システムの挙動が変化していないかを見ることができるというものなんですが、そんなこんなで評価した結果、今回2つのことが分かりました。1つ目は今回作成した不凍液水冷は空冷 CPU クーラー無限5を使った冷却システムと同等の性能を出していたが、CPU クーラーとは別要因の影響があるとみられ、正確な性能の優劣はつけられないということです。ちなみに CPU クーラーと別の要因というのは、グリスやヒートスプレッダなど、いわゆる CPU の空割りに関連する要因ではないかと考えています。2つ目が環境温度を低くすればするほど、不凍液水冷とリテールクーラー、どちらの冷却システムでも熱抵抗が増大し、冷却性能が悪化する傾向が見られたということです。この変化の原因は何なのか、まだ明確に見当はついていません。異なる CPU クーラーで同じ傾向が出たんだから別の要因じゃ、ってことはさっきと同じとも思うのですが判断しきれなかったので、引き続き様子を見ていくことにしました。分かったことはこんな感じです。仰々しく話しましたが、結局は空割りしようかって話です。今実験用に使っている CPU が i7-6700K なので、この動画を見ていただいている方も、そうでしょうね、となるでしょう。私自身も空割りは当初からする予定だったので特別感はありません。ただ少し意外に思いました。この時点で空割りの必要性を数値的に確認できたという点です。後々で大丈夫だろう、くらいに思っていたのですが、思ったより影響大きそう、となりました。冷却システムの性能評価と銘打ってデータを確認して、空冷より水冷が良かったですみたいになると思ったら、空割りに言及するとは思いませんでした。まあ 6700K にとって空割りの効果や影響が大きいことは調べればすぐわかる話なんですが、そんな感じで今回はこれまでの結果をデータとして見ていき、冷却システムの挙動や違いを比べて何が影響していくかを見ていくのでよろしくお願いします。では始めます。まずは今回評価に用いた熱抵抗という計算値について説明しましょう。熱抵抗というのは CPU クーラーといった冷却器やヒーターみたいな加熱器など、冷却や加熱のために熱を伝える、運ぶ機器の性能を見る値の一つで、抵抗と書いてあるように熱抵抗自体は熱の伝わりにくさを示しています。数値がちっちゃければ抵抗なくスムーズに熱が伝わって、冷却としてはよく冷やせているってなります。CPU グリスで効く熱伝導率は数値が大きければよく熱を伝えるものなので、熱抵抗は逆ですね。熱伝導率というのは、固体や流動の少ない流体における熱の伝わりやすさを示した物性値です。固体とかにおける熱の伝わる形態を熱伝導といって、その現象の大小を見る値が熱伝導率ってことです。で、熱の伝える形態というのが熱伝導の他に、熱伝達や輻射があります。ファンなどによる空冷や冷媒循環による水冷が熱伝達で、日差しが暑いって感じるのが輻射です。輻射はファンレスとかじゃなければそんなに重要視しないんですが、熱伝達は結構重要です。で、CPU の冷却を考えていく上では結構複雑に熱の伝わり方が組み合わさっています。複雑なので正直グリスや CPU クーラー単体で評価するのは面倒です。そこで今回使う熱抵抗です。熱抵抗は CPU の大きさやグリスの塗り方、CPU クーラーの設置状態、ファンの送風状態、すべてをひっくるめた熱の伝わる状態を示すことができます。計算式は至って単純。発熱源など高温側の温度と放熱源など低温側の温度、伝わった熱量から算出できます。今回は CPU パッケージ温度、環境温度、CPU のパッケージ消費電力を使いました。CPU の温度と消費電力は測定ソフト、環境温度は温度計から値を求めました。熱量じゃなくて電力を使っているのは CPU に供給
消費された電気エネルギーは熱に大半変わっているだろうと、あまり深く考えず、なんとなくそうしました。あやふやな感じなもので、もしかして CPU の消費電力じゃなくて、マザーボードも含めた消費電力の方がいいかもなんて今思ったりもしますが、そのあたりはスルーしました。いずれにせよ簡単に求まる計算値です。で、熱抵抗は冷却器などの性能を示すだけじゃなくて、CPU 温度の予測に役立ったりします。例えば今回紹介する結果の一つに、室温環境 22°C、6700K の TDP くらいの電力消費、97W の動作。その時の CPU 温度が 92°C ということで、熱抵抗は 0.71 とかになるんですが、TDP が 65W や 125W の CPU だったらどうなるかっていうのが計算できます。まあ実際は発熱量や環境温度によって熱抵抗が変動することがあるのであくまで目安程度です。さらに言っちゃうと、全体的にひっくるめられるといったように各因子をひとまとめに見ちゃうので、ケースバイケースで変わり、システムの詳細も踏まえて評価しないと意義が乏しいなんてこともあります。まあざっくりと見るには便利な計算値なんですけどね。そんな熱抵抗を使いつつ、パート2と5と8で動作確認してきた冷却システムの性能を見ていきましょう。改めてこれまでにやってきた冷却システムですが、冷凍庫内で組んだ PC に使った CPU クーラーが異なるという点が主な違いとして挙げられます。パート2では空冷でヒートパイプが使われた CPU クーラー無限5。パート5では同じく空冷だけどこちらはヒートパイプが使われていない CPU クーラー、インテルリテールクーラー。パート8では氷点下以下でも凍結や故障せず稼働できる水冷 CPU クーラー、凍液水冷です。まずはこれら3つの冷却システムについて常温環境下における熱抵抗を見ていきます。常温環境ですが温度は 21°C から 25°C です。映像で温度計や測定ソフトの記録を残していたので、それぞれの結果をもとに計算を行いました。無限5を使った冷却システムにおいて定格動作のベンチマークを行うと、CPU 温度は 75°C、消費電力は 75W で、熱抵抗は 0.720 でした。4.4GHz の OC 動作では CPU 温度 90°C、消費電力は 96W、熱抵抗は 0.719 です。CPU の動作を定格から OC 状態にさせたことで、消費電力もとい発熱が増えて CPU 温度も上昇しましたが、熱抵抗の数値は大きく変動していません。つまり CPU は熱くなって大変ですが、無限5の挙動には大きな変化は起きていないということで、無限5としては挙動に問題がない、処理できる発熱流だったと考えられます。次にリテールクーラーを見ていきます。定格動作で CPU 温度 92°C、消費電力 78W、熱抵抗は 0.859 でした。無限5と比べると温度だけ見ても明らかに冷却が弱いのがわかりますが、熱抵抗も 19% くらい増えていました。この熱抵抗だと、消費電力が50から 65W だったら CPU 温度68から 80°C くらいになるっぽいです。なるほど、i7 向けじゃなくて i3 とか向けで間違いないですね。不凍液水冷を見ていきましょう。定格動作で CPU 温度 74°C、消費電力は 75W、熱抵抗が 0.693 でした。4.4GHz の OC 動作では CPU 温度は 92°C、消費電力は 97W、熱抵抗は 0.711 でした。CPU の温度と消費電力は無限5と似た数値ですが、環境温度が不凍液水冷の方が高いので、比較的には不凍液水冷の方が熱抵抗が低くなっています。とはいえリテールクーラーと比べると無限5と不凍液水冷は大差ないでしょう。定性的な話になりますけど、リテールクーラーの熱抵抗が比較的に大きいのは、やっぱり CPU クーラーのサイズが小さい、放熱表面積が小さいところが影響していそうですね。一方で無限5と不凍液水冷の熱抵抗が低い点はやっぱり放熱面積が比較的に大きいからでしょう。で、放熱面積を有効に拡大できているのは、ヒートパイプや冷媒循環の恩恵も大きそうです。ただ放熱面積が大きくても熱がうまく伝えられなければ無意味になってしまいます。そういう意味ではリテールクーラーにヒートパイプがなく、金属の熱伝導で熱を伝えている点はきつそうです。では無限5と不凍液水冷の熱抵抗が似た数値になっている点ですが、この情報だけだと正直なんとも言えません。偶然性能が同等だったかもしれませんが、先ほど話したようにヒートパイプや冷媒循環など根本的に動作原理が違います。結構違いが目につくのに偶然性能は一緒になった？不思議ですね。
なんて思いましたが、実は別の目的で実施した動作確認で原因を推定できました。それというのが不等液水冷の冷媒、ポンプ駆動電圧、半回転数を変えて、冷却性能の変化を見たものです。パート7、パート8でちょこっと話しましたが、今回作成した不等液水冷は、性能より値段を重視したパーツ選定をしたり、冷凍庫で水冷システムを構築するために冷却性能より凍結しないことを重視した冷媒を使ったりしました。なので改善の余地があるだろうと、てかポンプとか水冷パーツでどれが重要なんだって思い実施しました。で、無限5と不等液水冷の熱抵抗に関わる結果を抜粋すると、常温環境下で冷媒に不等液ではなく水道水を使ったものと、ポンプの駆動電圧を通常 12V を 15V に上げて動作させたものがあります。水道水についてですが、通常 PC 水冷で冷媒に水道水を使うと電飾など腐食が懸念されるので使用しません。ですが今回使用した不等液の希釈水が水道水指定でした。水道水を結局使うなら、最初に水道水単体で動作確認してもいいじゃんって思い実施しています。ポンプの駆動電圧を 15V にしたことについては、通常電圧を上げると消費電流も増えて過熱になって危ないんですが、使ったポンプの商品説明には 0.8A と書かれているのに実際は 0.6A 以下だったので、0.7A くらいになる電圧 15V に上げました。いずれの動作確認も通常より性能が向上することを予想していました。で、結果なんですが、こんな感じです。水道水バージョンもポンプ電圧 15V バージョンも通常バージョンと比べてそんなに差がない。大差ないと考えると、つまり無限5と不等液水冷の3バージョンが似た性能ってことですかね。なんか変じゃないと思いちょっと状況を見直してみました。で、気になったのが、無限5と不等液水冷はそもそも CPU クーラーは違う点と、不等液水冷の3バージョンは CPU クーラーの性能を変えるようなことをしていた点です。実際変わったかはわかりませんが、つまり CPU クーラーに関する部分は今回計算した熱抵抗、冷却システムを全体的に見た性能に影響が小さいと考えました。ってことは CPU クーラー以外の部分、ブリスとヒートスプレッダ付近が怪しいってなりました。で、CPU のブリスとかヒートスプレッダとか、さらに CPU 台とヒートスプレッダの間で熱を伝える熱媒体もあるんですが、使っている CPU6700K でよく冷却的に問題視されるのがその熱媒体でした。6700K、空割りなどで検索すると記事をいくつか見ることができて、記事によっては熱媒体をデフォルトのブリスから液体金属に変えることで10度 C 以上冷えたなんて話もありました。結構その熱媒体が重要のようです。ということはこの部分の影響が大きすぎて CPU クーラーの影響がかすれちゃった感じ？空割りしないと無限5と不等液水冷の性能比較や、ウォーターブロックなど部品の良し悪しが判断しにくい。そう思うようになりました。じゃあ空割りしなくちゃなんですが、実は今後の計画で空割りするタイミングを決めていました。おいおいやるから気に留めてなかったんですけど、現時点で空割りの重要性がちらついてくるのは意外でした。確かに小さい CPU 台から大きいヒートスプレッダに熱を伝える熱媒体は重要そうですね。ということでここまでに分かったこと一つ目は、現状の結果では無限5と不等液水冷を使った冷却システムは同等の冷却性能という結果だったが、CPU クーラー以外による影響が大きいと見られ、無限5と不等液水冷、クーラー単体の性能は厳密比較できていない。原因としてブリスやヒートスプレッダなど、空割りに関係する部分を考えており、今後空割りを行って CPU クーラーの性能を評価する、となりました。で、ここまでが常温環境の話でした。次は分かったこと2つ目に関わる冷凍環境の話です。改めて3つを CPU クーラーごとに熱抵抗を見ていきましょう。とは言っても無限5はパート2でも扱いましたが、冷凍環境でヒートパイプの凍結が原因と見られる冷却不全が起きたので、あまり参考になりません。一応低角動作時の熱抵抗を見ると 1.30 でした。リテールクーラーより悪かったのか。で、本題のリテールクーラーです。冷凍環境 -8 度 C の低角動作で CPU 温度62度 C、消費電力 68W、熱抵抗は 1.03 でした。常温環境と比べると CPU 温度と環境温度がともに30度 C ほど低下していたので、ある意味自然な結果だと見ていたのですが、実は低温化に伴って消費電力も低下しており、熱抵抗的には増加、つまり冷却的に挙動と性能が変化していました。低温化によって消費電力が低下するのは多分電気抵抗が小さくなったからかなと思います。
物質の電気抵抗って温度と比例関係にあるんで、多分回路の導線とかの電気抵抗が減って、少ない電力、エネルギーで CPU を動作できたんだと思います。まあ低温化で動作が悪くなるコンデンサの影響はどうなるか知らないのでよくわからないんですけど、いずれにせよ熱抵抗は常温環境下と比べて 20% 近く増加していました。不凍液水冷の場合も見てみましょう。冷凍環境 -7 度 C の低角動作だと CPU 温度51度 C、消費電力 68W、熱抵抗は 0.853 でした。こっちも 20% 近く増えています。他の冷凍環境を見ても、温度が低ければ低いほど熱抵抗が増加する傾向がありました。相関していそうです。なぜ相関しているのか不凍液水冷の面から考えてみます。不凍液水冷においては低温化に伴ってポンプの消費電力が増えていたり、ファンの回転数が落ちていたりしました。これらは冷媒やグリスの粘度が高まった、サラサラだったのがネバネバになったからと見られます。ポンプの場合は冷媒の粘度が高まったということは流れにくくなり、冷場循環による熱の移動が劣化するかもしれません。ファンの回転数も似たような感じで、放熱性の劣化が気になります。低温下で冷却性能を維持するのって難しいなって思うところですが気にしないこととして、先ほど話したポンプ電圧を 15V に上げた動作確認を冷凍環境でも行い、さらにファンの回転数を通常では 100% だったのを 30% に落としたものも行いました。ポンプの駆動電圧については先ほど話しましたが、さらに冷凍環境で冷媒の粘度も悪化している状態なら、ポンプの影響が顕著に出るかなと思い実施しています。ファンの回転数については本当はラジエーターの性能を調べるためでした。本当は、ファンの回転数は送風量、放熱性に関わりますが、仮にラジエーターの大きさ放熱面積が十分だったら、風量を減らしても熱抵抗に影響が出ないだろうと。もし不十分だったら回転数を低い状態から前回の 100% にしても熱抵抗が変化し続けるかもしれません。変化し続けるとは安定しない、飽和しないということなんですが、安定しないならラジエーターに改善の余地がある。そう判断できるかなって考え動作確認してみました。ですが今回の測定方法では CPU や環境、冷媒の温度が安定する前に終了していたのでラジエーターの影響が出にくい。あまり意義のない測定だったと思います。ただ逆に言うとファンの回転数に影響が出にくい動作確認なのに、常温と冷凍の環境で変化したのはおかしな話です。で、結果なんですが、冷凍環境 -7 度 C で低角動作させた際の熱抵抗を比較すると大差ありません。ファンの影響がないのはわかりますが、ポンプの影響も見られませんでした。冷媒循環の恩恵がない、それとも今更だけどポンプ駆動電圧アップは無意味。後者は忘れます。前者だとするとまた CPU クーラー以外の部分ですかね。CPU クーラー以外の部分で温度変化に伴って性能が変わることはあるんですかね。ちょっと調べてみました。CPU グリスですがこれまでの動作確認で低温下で凍結しないか実験して固まらないことを確認しています。ですが空割りについて調べているついでに液体金属やグリスを Amazon で見ていたら、使用温度範囲の記載がありました。今回使用しているグリスはメーカーサイトを見ても使用温度範囲の記載がありませんが、もしかすると見た目変化なさそうでも熱を伝えにくくなっていたのかなと気になるところです。CPU 台とヒートスプレッダ間の熱媒体はポリマーというみたいですがグリスみたいなものですかね。ここも不明点です。ヒートスプレッダは、これがただの金属の塊だったら大きな影響は出ないと思います。メーカーチャンバとかヒートパイプみたいなものだと冷凍環境はきついですが、それらしい情報がなかったので違うっぽい。だとするとグリスが気になりますね。ただ以前いただいたコメントにも同じ返事をさせてもらったのですが、低温下でグリスの性能が変わってもベンチマークで温まって、結局40度 C 以上になるんだから常温と変わらないんじゃという感じで現状分かったことをまとめると、環境温度を低くすればするほど冷却性能が悪化するけど、その原因は現在検討がついていません。今後空割りを行った際に傾向を見てみようと思います。分かったこと2つは以上です。ぶっちゃけ今回の動画内容は前回パート8の動作確認の結果の補足情報みたいな感じでした。焼き増しではないんでしょうけどなんか薄味な内容だったかもしれません。でも私的には改めて熱抵抗を計算してみたら、空割りが必要そうだと見えてきたり、リテールクーラーの性能が i3 とか並みって確認できるのは面白かったです。
なんで色々とダラダラ紹介させてもらったので、皆さんに少しでも楽しんでいただけたか疑問ですが、ここまでご視聴いただけたなら幸甚です。どうもありがとうございます。今後もちょいちょい結果の評価を取り上げる動画を作るかもしれませんが、引き続き見ていただければ幸いです。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。